皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャス with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にしていますか？今回はですね、ちょっと短めにギュッとまとめた私が最近よく見ている YouTube チャンネル5選ということで、おすすめの YouTube チャンネルを紹介していこうと思います。だいぶ前にですね、2024年ぐらいにおすすめの YouTube チャンネルということで紹介した動画をね、上げたことがあるんですが、今回はアップデートバージョン、2026年バージョンということで、おすすめのチャンネルを5つ紹介していこうと思います。ずっと見ているチャンネルもあるんですけど、やっぱり時が経てば見ているチャンネルも変わってくるし、興味があるものも変わってくるので、私もね、前見ていたけどあまり見ていないチャンネルで、前は一切見ていなかったけど最近すごくよく見ているチャンネルなどたくさんあるので、その中でも皆さんにおすすめしたいものを5つピックアップしてみました。皆さんも YouTube で日本人の動画とか日本語で喋っている動画などをたくさん見る機会があるかと思うので、これ面白いよ、おすすめだよみたいなのがあればぜひコメント欄でシェアしてほしいです。では早速ですが、YouTube のチャンネルを5つ紹介していこうと思います。ではまず1つ目のチャンネルは三宅書店というチャンネルです。三宅っていうのが名字で、書店っていうのは本屋さんっていう意味です。で、これは三宅かほという方、三宅かほさんがやっているチャンネルです。で、三宅かほさんっていうのは文芸評論家と呼ばれる方です。ちょっと単語が難しいかもしれないですけど、文芸評論家っていうのは小説とか、いろんな本をたくさん読んで、それを分析したり評価したり、その面白さを伝えていったりっていう職業というか、その専門家です。で、三宅かほさんも毎日死ぬほど本を読んでるらしいです。毎日毎日本を読んでいて、で、いろんな本を紹介していたり、あと自分で本も書かれているので、三宅かほさんの本もたくさんあります。で、そんな方がやっている YouTube チャンネルです。で、私はね、最近ちょっと本を読みたいなとか、本に興味が出だして、で、この三宅書店っていうチャンネルをね、よく見ています。で、このチャンネルは読んだ本を紹介する本の要約チャンネルとは全然違います。このチャンネル自体は三宅かほさんが日本にあるいろんな書店に行って、いろんな本屋さんに行って、その本屋さんを紹介していたり、そこにある珍しい本を紹介していたり、で、とにかく三宅さんが本を爆買いするっていうビデオだったり、そういったビデオがよくあります。あとはゲストを呼んで、そのゲストと一緒に本の買い物をするっていうチャンネルです。なので、本が好きな人、日本の本屋さんがどんな雰囲気か見たい人、あとは日本の文化が好きな人、こういった方々にお勧めしたいのが三宅書店というチャンネルです。皆さん、誰かが本屋さんに行って本をただひたすら買うみたいな動画好きですか？もし好きだったらめちゃくちゃおすすめなので、ぜひね、一度見てみてください。で、このチャンネルは日本人に向けたチャンネルです。日本語学習者に向けた、日本語を勉強するためのチャンネルではないので、日本語が難しすぎたりする時もあるかもしれません。ですがね、本が好きっていう、本自体が好きっていう方にはすごくおすすめなので、彼女のチャンネルをね、ぜひ一度見てみてください。では次2つ目ですね。この三宅かほさんがよく出ているチャンネルがあって、それが TBS クロスディグ with ブルームバーグっていうチャンネルがあります。で、その中の1個、カテゴリーというか、その TBS クロスディグっていうチャンネルの中で、ページターナーズっていう、毎月企画があるんですが、そこに三宅かほさんがよく出ています。で、このページターナーズっていうのも本が好きな方にすごくおすすめです。よくあるのは、すごく著名な方、有名な方とか、専門家の人が来て、1対1で話をしていたり、他の何か
勉強になるような、何か知識を学べるようなことを話していたり、政治、経済について話していたり、そういった番組です。いろんな動画があるので、皆さんが好きな内容のものが一つはあると思うんですけど、基本的にはそういうチャンネルですね。いろんなジャンルについて専門家の人とインタビュアーの人が話しているみたいなチャンネルです。で、その中にページターナーズという企画があります。で、そのページターナーズっていうのは、三宅佳穂さんともう一人男性の竹下さんという方が2人で1ヶ月に読んだ本をそれぞれ持ち寄って、どんな本を読んだかとか、その内容とか、面白かったものはどれか、おすすめしたいものはどれかなど、2人で話している動画なんですけど、これがね、私はめちゃくちゃ好きです。本を読みたいけど、どんな本を読んだらいいかわからないな。特定のジャンルに興味があるわけではないけど、なんとなく面白い本、どうやって見つけたらいいのかわかんないっていう方はね、ぜひその2人の動画を見てみてください。まず、三宅さんと竹下さん、めちゃくちゃ本を読むんですね。毎月すごく本を読んでいて、それをね、2人とも紹介してくれているので、皆さんが気になるって思う本が一つぐらいはあると思います。で、2人が読むジャンルっていうのも本当にそれぞれです。私は小説しか読まないとか、私は、実用書って言って、ビジネス本って言ったりするんですけど、そういうジャンルしか読まないっていうわけではなくて、2人ともすごくいろんな本を読んでいるので、もし本が好きっていう方はね、ぜひ一度その2人の本を紹介している本の内容についていろいろ語っている動画を見てみてください。この本読んでみたいな、カゴに入れとこうとか、欲しいものリストに入れておこうとか、あとはメモっておこうみたいな感じで、たまにね、どんな本読みたいかなっていうので、探すのにその動画を見たりします。あとは、三宅さんがさっきも紹介したんですけど、文芸評論家っていうので、本についてすっごく詳しいし、今までたくさん本を読んでいるし、いろんな歴史とか文化の背景も、もう何でも知っているみたいな方なんですね。なので、ただただ一冊本を読んでこれ面白かったよっていうわけ、そういう感想ではなくて、いろんな背景、こういう背景があってこの本はこうやって書かれているのかなとか、こういう歴史があって、こういう文化があって、だからこういう内容になってるのかなみたいな、その分析力がすごいので、三宅佳穂さんが本について話しているのを聞くだけでも私はね、めちゃくちゃ意味のある、役に立つ面白いものなのかなって思います。なので、もし本が好きな方、いろんな本について知りたい方、面白い本を探している方は、TBS クロスティグっていうチャンネルのページターナーズっていう動画を見てみてください。では次ですね。次3つ目は、ジャンルがもう全く違うんですけど、メイクのチャンネルです。三崎メイクアップっていうチャンネルです。このチャンネルでは三崎さんという日本人の方がメイクを教えている、そういうチャンネルです。メイクのいろんなコツとか、やり方とか、そういったものを教えているチャンネルです。なので、普段メイクをしない人、全く興味ない人は、ちょっとこの瞬間はスキップして、次のおすすめチャンネルの方に移ってほしいんですけど、もし普段メイクして、ちょっとでも崩れない、時間が経って汚くなることをメイクが崩れるっていうんですけど、そのメイクが崩れない方法とか、普段いつも同じメイクをしてるから、ちょっと雰囲気を変えて、違う雰囲気のメイクをしたいなって方は、ぜひ、みさきメイクアップ、このチャンネルを見てみてください。で、基本的にはショート動画ばかり上げていて、なので1分、2分、3分ぐらいで短くメイク方法が学べるので、すごくおすすめです。で、メイクを紹介してる動画っていうか、メイクを紹介してるチャンネルってもう死ぬほどあると思うんですね。メイクアップアーティストの方とか、いろんなインフルエンサーとか、もういろんな方がいろんなメイク方法を紹介してると思います。メイク方法をちょっと知りたいなって思ったら、メイクアップアーティスト、そのプロの方、専門の方の動画を見ていろいろ学びたいな、ちょっとメイク方法を勉強したいなっていう場合があると思います。で、そういうプロの方のチャンネルって、もちろん普段でも使えそうな、どうやってファンデーションをきれいに塗るかとか、リップの色をどうやって長持ちさせるかとか、なんかいろんな普段使える動画もあるんですけど、もうすっごい奇抜な、普段では絶対にできないようなメイクをしていて、エンタメとして
動画をただ見るだけでは面白いんだけど、そのメイク技術とか色の使い方を絶対普段では使えないなっていう動画もね、たくさんあると思います。プロだからできるメイクとか、いろいろあると思うんですけど、普段では使えないなみたいな動画とか、そういうチャンネルもたくさんあると思うんですけど、この美咲さんっていうのは基本的には普段使えるすごくナチュラルだけど、いろんな色を使ってやっていたり、もうね、とにかくためになる、勉強になる、役に立つ動画ばかりなんです。だけど、毎回ね、いろんな今回はオレンジベースのメイクとか、今回はピンクベースのメイクとか、今回はちょっと青を使ったメイクとか、今回はラメをたくさん使ったメイクとか、やっぱりプロの方なので、もうすっごいいろんな雰囲気の違うメイクがあって、普段同じメイクばっかりしているけど、たまには雰囲気を変えたいっていう人はね、ぜひ美咲さんの動画を見て、どれか1個ピックアップして、それを真似てやってみるっていうのがいいと思います。で、私も普段メイクはするんですけど、特に変わったメイクをするわけではないです。毎日基本的には同じような、ちょっとアイシャドウの色が違ったり、ちょっとリップの色が違うはあるんですけど、だいたい同じようなメイクを毎日しています。で、そういう時に、今日は友達と遊びに行くから、ちょっと雰囲気の違うメイクしたいな、いつもとは違うメイクをしたいなって思ったら、だいたい私は美咲さんの動画を見て、で、この雰囲気のメイク可愛いな、やってみようっていう感じでやっています。今、日本人のチャンネルでメイク動画、Tips とかコツとか、そういうのを教えてるチャンネルを一つだけ選ぶとしたら、絶対に美咲さんのチャンネルをみんなにおすすめしたいなって思います。で、あともう一つ私的なおすすめポイントがあって、それは日本メイクに寄りすぎていないとこっていうのがもう一ついいなって思います。日本に住んでいる日本人のチャンネルだと、日本のメイクにフォーカスして、そこだけに特化して紹介しているチャンネルってたくさんあると思うんですけど、美咲さんは今オーストラリアに住んでいます。なので、日本のメイクのトレンドだけに偏りすぎていないところが私的にはすごくいいなって思います。今オーストラリアではこういうメイク、こういうアイテムが流行ってるよ。それを使って今日はメイクしてみるねとか、結構いろんなメイクがあるので、皆さんもね、好きなルックス、好きなメイクの色使いとか、見た目とか、学べることがあると思うので、普段毎日メイクしているよっていう方はね、ぜひ一度見てみてください。では次、4つ目のチャンネルは、タカスタイルというチャンネルです。これは日本の田舎暮らしをテーマにしている YouTube のチャンネルです。タカスタイルというチャンネルは、本当に最近ですね。最近たまたま一つの動画を見て、そこから結構たくさん見てるなって思います。で、これは日本の田舎暮らしの動画なので、日本の田舎暮らしが気になるとか、日本の田舎の風景を知りたい、田舎の雰囲気を味わいたいっていう方にはすごくおすすめのチャンネルです。めちゃくちゃ気分的にもリラックスできます。で、一つポイントは、たくさん話している動画ではないです。すごく映画みたいなシネマティックな動画の撮影をしていて、めちゃくちゃリラックスできる動画です。なんですけど、たくさん話す動画ではないので、日本語のリスニングをたくさんしたい方にはあまりお勧めできないです。ですが、キャプションというか、文字がね、たくさん入っています。ずっとではないですけど、動画の中の気持ちを表す場面とか、何かコメントがある場合、その場合はよく動画に文字がたくさん含まれています。だけど、たくさん話している動画ではないです。なので、そこは一つ注意点です。で、私はこのチャンネルをどういう時に見るかっていうと、見ているというかは、バックグラウンドで流してるみたいな時が多いです。たくさん話してるわけではないので、バックグラウンドにちょっと癒し的な動画を見たい時に、再生しておいて何か他のことをするっていう時が結構あります。でも雰囲気的にもうめちゃめちゃ好きです。日本の田舎暮らし悪くないかもって思うような動画がたくさんあって、すごくいいです。日本の田舎の雰囲気がまず味わえるっていうのと、日本の田舎で自給自足っていうんですけど、自分で野菜とか食べ物を育てて、それを自分で食べて生活していくっていうスタイル。自給自足って言います。
なのでこう野菜をたくさん作っていたり、あとはお米を作っていたり、田植えって言ってお米を作る過程、みんなでお米を田んぼに植えている動画があったりとか、すごくすごく映像が綺麗で、映画を見ているみたいなんですけど、日本の田舎のリアルが映っていて、とてもおすすめです。日本って聞くとやっぱり東京とか大都会をイメージしがちだと思うんですけど、それは本当に本当に一部で、日本全体的に広く見れば田舎の部分もたくさんあって、田舎のゆっくりした暮らしっていう部分もね、たくさんあるので、そういうのが気になる方はぜひ見てみてください。では最後ですね、5つ目はピボットというチャンネルです。で、これは TBS クロスティグっていうチャンネルと同じで、何かを学びたいとき、日本の政治経済の情報とか情報を取り入れたいときにすごくおすすめです。で、ピボットっていうチャンネルも例えば運動とかトレーナー、スポーツの専門家に話を聞いていたり、コミュニケーションのプロに話を聞いていたり、あとはお金とかお金をどうやってマネージしていくか、投資でどうやって増やしていくかとか、もういろんなジャンルのもう数えきれないいろんなジャンルの専門家とかプロとか、あとは本を書いて最近出版したので、その本について教えてもらうとか、そういう感じのチャンネルです。で、これはポッドキャストみたいな感じで、耳だけで聞くこともできるし、動画の中ではいろいろ説明したりしてくれているので、絵とか図を使って説明してくれているので、動画を見ながら日本語を勉強しつつ、プラスアルファで何かを勉強したいときにすごくおすすめです。でもこれはやっぱり日本語で何かを学ぶってことですごく難易度は高いと思います。いろんなアカデミックな専門的な話をしているので、単語がね、もう全く聞き取れないっていう瞬間もあるかと思います。だけど、本当にいろんな方が出ていて、本当にいろんなジャンルについて話しているので、皆さんも一つは気になること、学べることがあるかと思います。で、まずこのチャンネルの更新頻度がえぐいんですね。多分毎日朝昼晩とかで3本以上動画がアップされます。毎日です。毎日新しい動画が3本ぐらいアップされていて、一つ一つ全部内容が違って、全部本当に中身が濃い、すごく勉強になる動画ばっかりです。なので私もこのピボットっていうチャンネルは毎日見るわけじゃないですけど、なんかたまに食事について学びたいなとか、運動について学びたいなとか、お金について学びたいな、AI について学びたいなって思ったら、学びたいなって思うことがあったら、ピボットの動画を検索して見たりします。あとは最近のニュースについて、日本のニュース、世界のニュースについて、いろんな専門家とか、詳しい方が話していたりするので、日本語でニュースを学びたい。だけど、テレビの2、3分とかで何が起きてるか説明しているニュースではなくて、なぜこうなっているとか、なぜこの国は、なぜこの企業はこういう判断とか、こういう決断をして、こういう行動に出ているのかみたいな、いろいろ詳しい説明、詳しいことを学びたい方は、ピボットで、ぜひね、一度検索してみて、何か動画を見てみてください。もちろんすごく難しいとは思うんですけど、学べることがたくさんあると思います。なので、日本語の上級者で大体いろんな内容がわかるっていう方はね、日本語で何かを学ぶっていうことに挑戦してみてほしいなって思います。あと、日本語を学ぶっていう観点からいくと、勉強方法とか、言語をどうやって学んでいくか、どうやって早く学ぶかっていう、こう、学ぶっていうことに対しての動画もたくさんあるので、皆さんの役に立つものが何か一つはあるんじゃないかなって思います。今回はおすすめの YouTube チャンネルを5つ紹介してみました。まず1つ目は三宅書店という三宅佳穂さんがやっているチャンネル。2つ目が TBS クロスディグ with ブルームバーグというチャンネル。で、3つ目が三崎メイクアップというメイクについてのチャンネル。で、4つ目がタカスタイルという日本の田舎暮らしを動画にしているチャンネル。そして最後がピボットといういろんな内容を詳しく専門家と一緒に解説したり話しているチャンネル。この5つがね、私もよく見るおすすめの YouTube チャンネルです。
でこの5つは全て日本人向けなので、日本語学習者に向けてのチャンネルはないので、日本語の解説をしていたりとか、字幕に振り仮名が振ってあるとか、そういう学習者に対して優しいチャンネルではないです。それは知っておいてほしいんですけど、日本語で何かを学びたい、日本語で、趣味について学びたいとか、日本語でその趣味について話している動画を見たい、日本語で世界のニュースについて話している動画が見たいという方はね、ぜひ一度私が紹介したいろんなチャンネルを見てみてください。あと皆さんが見ている好きなチャンネルなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこのポッドキャストをサポートしたい、応援したいと思ってくださる方がいましたら、ぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。毎月ワークシートを配布していたり、メンバー限定の動画もあるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。では今回はここまでになります。皆さん今回も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。皆さん今日も良い一日をお過ごしください。それでは。